こんばんは、トマスタウン谷口です。今日もですね、ざっくりタイプスクリプトやっていきたいと思うんですけれども、今日はですね、前回やりましたサイコロを振るというプログラム作ったかと思うんですけれども、あれをですね、関数化するというですね、作業について行っていきたいと思います。ではまずですね、前回の復習も兼ねてサイコロですね、やってみたいと思うんですけれども、まずこちらタイプスクリプトのプレイグラウンドにアクセスしていただいて、今あるプログラムは全て削除してしまいましょう。そしたらサイコロですね、こんな風に作っていきます。レッドの台数としてマスドットランダムですね。これでランダム値ですね、乱数を出すことができるよとご紹介しました。ちょっとまずはこれでコンソールドットログでダイスしてみましょう。ランをするんですが、ちょっと先にこれクリアしちゃいましょうか。で、こちらでランをすると、これですね、0.38 とかですね、小数が出てきますよとご紹介しました。で、これが0から1未満のところまで出てくるので、じゃあこれをサイコロにするにはどうすればいいんですかというのは前回やりましたが、かけることの6をしてあげて、そしてプラス1をしてあげると、これで整数部分が1から6までのいずれかの数字になるよとご紹介しました。なので、あとはこれを小数をですね、切り捨ててあげればいいですよということで、マスドットフロアで全体を囲ってあげると、これでサイコロの完成ですということなんですね。で、これですね、理屈といいますか、この計算式といいますか、これを知っていれば何回でも作ることできるかと思うんですけれども、ちょっとですね、毎回サイコロが欲しいなと思った時に、これをですね、一から組み立てていくというのはなかなか大変かもしれません。で、そんな時にですね、プログラミング言語ではよく使う処理というのを関数というものでまとめることができるんですね。そこでですね、今回のこのサイコロを振るというものをですね、関数にしてみたいと思います。ではやっていきましょう。こんな風になります。まず先頭のところでですね、関数を作っていきたいので、こんな風に書いていきましょう。コンストでゲットダイスとしましょう。で、イコールとしてカッコカッコとします。で、イコールとして大なり記号ですね。なんかよくわかんない記号がいっぱい続いていますが、これで関数というものが出来上がりました。そしたらですね、この、今作ったこちらのプログラムですね、これをですね、この中に入れちゃいます。こんな感じですね。そして、これでですね、出来上がりなんですが、もう一つちょっと書き加えないといけないのが、ここですね、リターン台数というふうに書かなければいけません。さあ、これで関数の出来上がりです。で、関数はですね、ぜひちょっと先にですね、コメントなんかを入れてあげるといいかなと思います。コメントこんな風にスラッシュアスタリスクと書くとコメントがスタートしてプログラムの動作に影響を与えなくなります。で、こちらですね、アスタリスクスラッシュがあるとこれでコメントが終わりですよということです。そしたらここにですね、サイコロを振る関数というような形でコメントを入れてあげると親切かなと思います。さあではですね、この関数ちょっと実際使ってみたいと思うんですが、こんな風にしていきましょう。レッドのではですね、ちょっと変数名一応変えときましょう。マイダイスなどとして、ここではゲットダイスですね。このように、関数名を変えていきます。で、ここをマイダイスに変えていきましょう。さあではこれでランをします。一度ちょっとこちらをクリアしていきましょう。そしたらこれでランをすると、これですね、ちゃんと2と出ました。で、何回も実行していくと、実行するたびに数字が変わるよというのは一緒なんですけれども、今回ですね、プログラムとしてはこれだけになったので非常にスッキリしています。で、ゲット台数というですね、何かメソッドみたいなものを呼び出していますけれども、それによってこのマイダイスというところに何か入ってきたぞと。で、このゲットダイスは一体何なのかというのがこの上に書いたものですね。ここが実際に実行されていきます。ではこの関数というもののですね、書式ですね、まずはご紹介していこうと思うんですけれども、こんな風になります。コンストとして関数名という名前を付けます。で、イコールとしてパラメータですね。そしてイコール大なり記号として中括弧ですね。そしてここで関数の処理が入りまして、で、ここに戻り値というのが入ってきます。さあ、いろいろちょっと言葉が出てきましたけれども、一つずつご紹介していきましょう。で、まずですね、こちら関数を作るときには関数名というのをつけていきます。コンストで関数名とします。これ変数とか定数の宣言と一緒ですね。なので、ここまでですね、一緒になります。で、その後、イコールが来るんですけれども、ここまでも一緒なんですが、そこに実際に代入されるものというのがかなり特殊ですね。ここからここまでのものが代入されていきます。で、まずですね、イコールの後にこのようにカッコカッコと書くんですけれども、これパラメータというものです。これについては後ほどご紹介します。で、その後、このようにですね、イコール大なり記号という記号を書いてあげます。
そして、中括弧で囲ってあげて、その中に処理を書いていくということですね。でそうすると、この処理の内容が関数となって、この関数名で、呼び出せるようになります。で関数はですね、その特徴として戻り値というものを作ることができます。こちらですね。で戻り値はですね、ここリターンというのから始めるんですけれども、リターンとしてダイスとすることによって、ここの場合だと、ここで振ったサイコロの値ですね、これがダイスという変数の中に入っていくので、この変数の内容をリターンとすることで、ゲットダイスを呼び出すと、そのサイコロを振った値が返ってくるという形ですね。戻ってくるよということで、それをmyDiceという変数に代入するという流れになります。かなりですね、このように複雑な処理の流れになるんですが、このように一度ですね、関数というのを作っておいてあげると、この getDice というのを何回でも呼び出せるようになります。でこれですね、もう直接このコンソールログの、こちらですね、パラメータとして指定することができるので、もうこれで何回も呼んであげましょう。getDice のこれですね、3回ぐらい呼んでみましょうか。これですね。で、こちらちょっと一度クリアしておきます。さあ、では実行していきましょう。でこれでランとすると、これですね、3つ一気に表示されました。このようにですね、getDice と書くだけで簡単にサイコロが振れるようになるので非常に楽かなというところですね。でですね、せっかくここで関数にしたので、これサイコロですね、振るだけではなくて、もっとですね、応用範囲の広いものにしたいなと思います。例えばここでは、この getDice ですね、こうではなくて、1と10などというふうにパラメータですね、これを指定できるようにすると面白いかなと思います。でこのように指定すると、例えば1から10までの間の乱数を得ることができるという形にできると便利じゃないでしょうか。ではそれをやっていきましょう。で先ほどですね、ご紹介した通り関数をですね、作るときには、ここですね、括弧のところにパラメータというものを定義することができます。例えばここでは、この getDice のところに min としましょう。で、これナンバーで受け取りますよということで、型ですね、書いていきます。で、max ですね。これもナンバーとしましょう。でこうするとですね、この getDice の時にパラメータを2つ指定して呼び出すことができるようになります。で今ですね、ちょっとパラメータなしのものがエラーになっちゃいましたね。パラメータ指定しないといけないよということになっているので、こちらちょっと一旦消しておきましょう。それではこれで一度実行すると、まだ今中の処理が変わっていないので、サイコロを振るだけなんですが、呼び出せていますね。さあではこのパラメータですね、これを使って1から10までの値でランダムをですね、出してみましょう。その場合どうするかなんですが、ここのですね、計算結果がちょっと変わってきます。ちょっと頭の体操が必要なんですが、こんな風になりますね。max 引くことの min 足すことの1ですね。で、カッコして足すことの1。これがですね、min と max を自由にできる計算式になります。どういうことかと言いますと、今回の場合ですね、このminのところが変わってきちゃって範囲が変わるので複雑になるんですよね。で例えばこれ2にした場合というのは、取らないといけない値は2から10のいずれかですよね。この時ですね、ここのですね、minっていうのを引いてあげないと、例えばこうしてしまうとどうなるかと言いますと、上がですね、上がってしまって11が出てきちゃうんですよね。なぜかと言いますと、今マスドットランダム×マックスですので10を掛け算しますと。そうすると0から9のいずれかが出てくるということなんですけれども、ここでプラスminをしているのでプラス2されちゃうんですよね。なので今ここでは2から11のいずれかの数字となってしまっています。なのでその上限をですね、抑えるためにここでは掛け算をするときにマックスから min を引いてあげます。で min を引いちゃうと引きすぎなので、それに1だけ足してあげるんですね。なぜかと言いますと、先ほどの通りminが例えば1だった時にですね、10-1をして9になっちゃってるので、その場合は1を戻してあげないといけません。で同じく2だった場合は10から2を引いて8になるんですけれども、そこにプラス1して9にしてあげないとですね、この後プラス2をした時に10になってくれないので、それでこの計算式ということになります。ちょっと頭の体操ですね、やってみてください。さあ、これでですね、こちらのパラメータですね、これを指定することによって好きな数字で乱数を出すという関数を作ることができました。こんな風にですね、関数を一つ作ってあげると、応用範囲の広い関数を作って、それをどんどん使い回したりですね、することができるので、ぜひですね、自分で便利な関数作ってみていただければと思います。ちなみにですね、関数の宣言の仕方、ここではこちらの宣言の仕方をご紹介しました。で、これをですね、アロー関数と言うんですね。アロー関数と言います。
で、この他にですね、関数の宣言の仕方にはあと2つありまして、関数宣言っていうやり方と、あと関数式っていうやり方があったりするんですけれども、このあたりについてはですね、私のユデミ講座の方でご紹介していますので、もし興味ありましたらですね、そちらもチェックしてみていただければと思います。ちなみにこのモドリッチなんですけれども、今ですね、ここは変数に一度入れてから、それをこのようにモドリッチとして返しているんですが、これですね、特にこのように変数に入れなくても、直接ここでリターンとしてですね、計算結果をモドリッチにしちゃうということもできます。で、さらにですね、この今回ご紹介したこのアロー関数というものの書き方としてですね、1行だけこのように処理が書いてある、モドリッチが書いてあるというものに関しては、実はこの中括弧も省略することができます。で、このリターンも省略することができます。ということで、実はこんな風にですね、書くことができるよということですね。これによってこの getDice というのをこちらのパラメータで呼び出してあげると、このアローですね、弓矢みたいに見えるこのイコール大なり記号、この後に書いてある処理を行って、それをモドリッチとして返すということができます。これがアロー関数というものの書き方ですね。次回はですね、またちょっと違ったプログラム作ってみたいと思いますので、続きが気になる方、ぜひチャンネル登録しておいていただければ幸いです。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。